知床の旅最終章。超有名な知床五湖へ行ってみる。ホテル峰の湯を出て知床横断道路を通り知床峠へ。知床峠は斜里町ウトロと羅臼町を結ぶ国道334号の峠。知床八景の一つにも選ばれている。全長 27km の曲がりくねった峠道。知床横断道路の最頂部にあたる標高 738m のビュースポット。アイヌ語の地の果てを意味する知床が知床になったと言われている。知床横断道路は11月初旬から4月下旬は通行不能となる。日本一開通期間が短い国道と言われているんだ。冬場の気象条件が厳しく、雪崩の危険性も高い。環境への配慮のため凍結防止剤を散布できないことが理由で通行止めになる。路面凍結などの恐れがある場合は急遽通行止めとなる可能性も。微妙な期間は時間制限があるから開通したばかりなど、夜間通行できないなどは調べておかないと大変。夏タイヤで通れることが開通条件ってこと。通行禁止の場合約2時間かけこんなにぐるりと 115km。 横断道路は 27.3km、 所要時間約40分。勾配の厳しい横断道路も通れない期間はこんなに不便。それを念頭に入れてここに訪れるとありがたみが増すわけ。そしてこんなにも天気がいいのはラッキー中のラッキー。2年前にこの横断道路でクマさんを見つけた。車が止まってたから進めなかったけど、観察、餌やりなどクマさんが人間になれるようなことはしてはいけない。自分も興奮して動画撮っちゃったけどね。特に餌やりは絶対にしちゃいけない。さて、知床五湖へ。知床五湖は知床連山を背景に原生林の中に佇む5つの神秘的な湖。多くの野生動物の生息地でもあり、ヒグマの爪痕やクマゲラの食痕など知床の自然の豊かさを実感できる場所。そもそもは無名の沼。1970年代後半から1990年代にかけて地元の営林署の職員などが積極的な歩道の整備に乗り出し、核となる観光地がなかった知床半島の名所としてたちまち脚光を浴びることになったんだ。知床半島は世界有数のヒグマの高密度生息地。冬眠している時期を除き知床の森を散策する際はヒグマの存在を意識しながら楽しむ。期間によっては知床五湖の地上遊歩道は登録引率者という研修試験を受けたガイドさんと一緒にしか入ることができない。ガイドツアー限定ゾーン。知床五湖大ループ、森の中を歩き5つの湖すべてを巡る3キロのコース。知床五湖小ループ、森の中を歩き2つの湖を巡る 1.6 キロのコース。どちらも事前に予約をし、レクチャーを受けてしっかりと用意が必要。あんまり歩きたくないんですけど。と
いうことで、やったろかい。で、小浮か木道へ。無料で自由散策が可能なバリアフリーの往復 1.6 キロの安全コース。ちなみに歩く予定はなく、スニーカーがびしゃびしゃになったため、まさかのサンダルで GO。 知床墓湖は5つの湖の総称。それぞれに名前がある。1個、2個、3個、4個、5個。ひねりなし。だがしかし、本当の名前がある。1個は稽古。無料の高架軌道から見られる唯一の湖、稽古。稽古には開拓民が放流したという船が生息してるらしい。2個は巡湖。5個の中で一番大きな巡湖。周囲 1.5 キロメートルくらいあるらしい。3個は陽湖。5個の中で一番ぐるりと見渡せる陽湖。名前の癖よ。4個は広湖。雰囲気がとてもいいらしい広湖。5個は悦湖。一番小さな悦湖、浅めの悦湖。もうね、よかったよ。名前が定着しなって。誰が考えたのやら、やれやれ。大自然なのでもちろんマナーがある。ゴミは持ち帰る。食事をしたり調理を行わない。植物を採取しない。野生動物に餌をあげない&近づかない。タバコを吸わない。ペットを連れて散策しない。他の植物を持ち込まない。ドローンを飛ばさない。歩道を外れて歩いたり踏み荒らさない。食べ物の匂いはヒグマを引き寄せる可能性がある。飴やガムなどはビニール袋に入れて密封する。水やお茶は遊歩道内で飲むことができるけど、スポーツ飲料などの糖が含まれている飲み物は原則持ち込みが禁止。あくまでもヒグマの生息地にお邪魔している。共存していくって言っても出てきたら怖いのが現実。人間の食べ物は自然動物にとっては強烈な匂いなんだろうね。おいしいって覚えたら近寄ってくるようになるからね。まあここ小浮木道に限りそこまで厳しくはないようだけど、マナーは守ろうね。この高架木道には電気柵が張り巡らされていて、動物が侵入できないようになっている。そして嬉しいのがバリアフリー。車椅子でもスイスイ行けちゃう。ヒグマ活動期、約5月から8月というのが一番気をつけなきゃいけない時期。ヒグマはオスがとても人間に対して警戒心が強く、そんなに簡単に現れないらしい。メスは自分の活動範囲をあまり変えることなく一生を終えることが多く、活動期はいわゆる繁殖期。オスがメスを探すため移動をする。
地上遊歩道を散策するときには要注意。クマさんもオスの方がちょろちょろとどこにでも行くらしい。最終展望台に到着。名前覚えてる？いちこのけいこ。知床連山がめちゃくちゃ綺麗に見えてるね。一番のパチリスポット。パチリするために約20分歩く。しんどい。もう少しかっこよく紹介しておこう。青々とした樹海の大自然と湖の涼やかさ、円形の知床連山の勇壮さが爽快。高架木道で高い開放感と知床の大自然に癒される。ここから20分倒れる。私はサンダルなわけ。1年に1回来るか来ないかの知床。ここ知床五湖を歩くのは初めて。よし、撮影したろかいって重い腰を上げたようなもの。余裕の年配者がガンガン歩く中、自分の運動量のなさを痛感。北海道の旅って基本どこ行っても体力使うよね。今回の撮影時期は9月。11月になりガンガン鹿さんがお出ましに。ヒグマに気をつけてねって言っても基本はこの知床くらいで、簡単にそこかしこにヒグマが出てくるわけじゃないから勘違いしないでね。出てきたら北海道でもニュースになるくらい珍しい。しかし結構そこかしこでエゾシカさんはいらっしゃる。特に夜道のエゾシカスポットは気をつけて。マナーを守って楽しく遊ぼうね。高評価、チャンネル登録よろしくね。